通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、JK ローリングからの話題になります。今回ですね、スコットランドのとあるツアー会社が恒例となっていますハリーポッターツアーを LGBTQ+ ツアーに変更するということで、こちらが大変話題になっております。もうこれただの当てこすりじゃないかと、そういった状況になっているんですが、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回皆さん、すごいですよ。現在もですね、とある方面からの、JK ローリングに対しての攻撃というのが続いておりまして、しかもこれは無関係なところからではなく、ハリーポッター関連を仕事にしている人たちですね。ここからの攻撃というのが続いていると、そういった状況になっています。今回もね、その一つとなっているんですが、今回もね、ひどいもんですよ。エディンバラのハリーポッターツアーは、プライド月間中、LGBTQ+ ツアーに変更される予定。ということで、今回の舞台になっておりますのが、こちら、エディンバラとありますね。これね、スコットランドの首都になりますが、日本だとこれ、エジンバラって表記するんですかね。JAL のサイト見たところ、これね、エディンバラではなく、エジンバラと、このように書かれておりましたので、この動画ではエジンバラで統一したいと思います。エジンバラのツアーガイドは、作家 JK ローリングの個人的な意見に矛盾を感じたため、プライド月間に合わせてハリーポッターをテーマにした市内ツアーを LGBTQ+ のツアーに変更することになった。フレイザー・ホーン氏はスコットランドの首都に拠点を置くツアー会社ストリート・ヒストリアンズの創設者で JK ローリングのトランスジェンダーの権利に関する物議を醸す見解を理由にツアーを今後も続けるべきかどうか本当に葛藤していると語った。ハリーポッターシリーズの著者であり、新たに制作されるテレビ版のエグゼクティブプロデューサーも務めるローリングの見解は、トランス女性を女装した男性と呼んだことや、インクルーシブな言葉遣いを嘲笑したこと、さらにパリ五輪で性別をめぐる議論の渦中に置かれたオリンピックのボクサー、イマネ・ケリフ選手に反対する運動を展開したことなどが含まれている。ということでですね、ちょっとね、ここまでのお話整理いたしますと、これ、スコットランドの首都エジンバラ、なぜここが舞台になっているかと言いますと、ここにもね、ちらっと見えているんですが、JK ローリングがハリーポッターを執筆するにあたって、この地域の様々なお店というのを使っているんですね。なので、ここがですね、ハリーポッターファンにとっての聖地となっていて、つまりは観光名所なんです。ですので、これにまつわるツアーというのが大変人気で、とてつもない経済効果をもたらしていると言われているんですね。で、なんとなくね、雰囲気こちらで伝わるんじゃないかなと思いますが、旅コフレさん、日本人の方のブログですね。ハリーポッターの聖地、エジンバラのハリポタゆかりの場所、15カ所をご紹介。ということで、こんな感じでね、綺麗な街並みですよね。作家の JK ローリングさんはエジンバラで生活保護を受けながら光熱費を節約するためにカフェで一杯のコーヒーを飲みながら本を執筆したという逸話があります。生活が苦しい時、誰も考えなかったような夢のある話を生み出した JK ローリングさん。ハリーポッターの多くのインスピレーションをエジンバラの街から得ました。そしてね、この下にいろんな場所がね、紹介されているんですが、こちらですね。で、こういったお店もね、このような形で、これを大々的に押し出してるんですね。ここね、JK ローリングをはじめとする様々な作家がここを訪れてますよ。こういうのね、海外行ったりするとよくありますよね。ドクターもね、ニューヨーク行った時に、とあるカフェに入ったんですね。そしたら店員さん来まして、ゴーストっていう映画知ってるかって言うんですよ。で、君の座ってるその席、デミムーは座ってた席だよって言われたことありますね。ニューヨーク、ロサンゼルスあたり行くと意外にそういうのあったりしますよね。ここはね、撮影現場ではないんですが、原作者が執筆をしていたお店だと。それがね、こちらのお店になるんですが、これについてはね、JK のお墨付きでして、このカフェに初めて足を踏み入れる前から何年もポッターを書いていたので、誕生の地というわけではないですが、実際にここでも執筆しましたと。これはね、ファンにとっては嬉しいですよね。このような形でね、様々な名所、ここにもありますね。こういったものが点在しておりまして、ハリーポッターファンにとっての聖地になっているというわけなんですね。そしてこれがね、いかにすごい経済効果を与えているかという話です。これね、2017年の記事なんで、ちょっと古いですけどね。ハリーポッターは英国経済に40億ポンドの影響を与えている。これ日本円で約7800億円です。過去3ヶ月間では平均して毎分10本の魔法の杖が eBay で売れ、毎時3着のハリーポッターの衣装が購入されていました。そしてね、観光についてはこの下に記載があるんですね。観光は年間1270億ポンド規模の産業であり、映画や文学はその大きな原動力となっている。英国の観光庁によれば、海外からの観光客が城や歴史的建造物を訪れる際の年間支出は約80億ポンドに上る。ハリーポッター関連の観光名所には、スコットランドのグレンフィナン高架橋、これはホグワーツの特急が走った場所と、ダラム大聖堂にあるマクゴナガル先生の教室、そしてワーナースタジオの禁じられた森などがある。
しかし観光名所のリストはさらに広がっており、エジンバラで行われているテーマ付きのウォーキングツアーは今も完売が続き、全国各地でフクロウ体験デーが人気を集めている。ね、フクロウ可愛いですからね。また、スコットランド高地を走る蒸気機関車の冒険ツアーも根強い人気がある。そしてこれをね、もろに産業にしている、こちらですね、公式サイトになりますが、エジンバラストリートヒストリアンズ。ここがですね、原作者の J.K. ローリングの発言に苦言を呈するという形で、これまでやっていたハリーポッターツアーを、プライド月間の間、LGBTQ ツアーに変更しますと、こういった発表をしたというわけです。これすごいことでしょ。JK ローリングに反対しますだったらわかるんですよ。ただ何も LGBTQ ツアーにする必要ってないでしょ。もう完全にそれって当てこすりじゃないですか。で、実際ね、その告知が出ているわけですよ。エジンバラ LGBTQ ツアー。こちらも同様ですね。これを開催しますよと。で、過去にはですね、皆さんこれ本当にね、このチャンネルで初期の頃お伝えしました。覚えてますか？ JK ローリング、ポップカルチャー博物館のハリーポッター展示から削除される。すごいでしょ？ JK ローリングの名前がハリーポッターの博物館から削除されたと。これも同様の理由ですね。JK ローリングの思想に反対する、この美術館の館長がこれを行ったということなんですが、その人物がですね、こちらなんですよ。ね、この人は、なんとですね、この館長、トランスジェンダーでした。で、やっぱりね、このやり口の卑劣なところは、この時もね、コメント欄で皆さんおっしゃってましたが、ハリーポッター展はやってるんですよ。わかります？そこから JK ローリングの名前を消してるだけなんですね。こんなのただの嫌がらせでしょ。つまり、ハリーポッター展は儲かるからやめられない。ただ JK ローリングは憎ったらしいから名前消してやろう。これなんですよ。どっちが憎悪的なんだって話ですよね。実際これはね、本当に書いてありまして、このポップカルチャー博物館は、ハリーポッターの記念品の展示を続けているものの、展示品のどこにも JK ローリングの名前は記載されていないという。いや、でもね、これに比べたらですよ。ね、ハリーポッター展を開催しながら、原作者の名前を消す。これに比べたら、これ、まだマシなんじゃないのと思うかもしれませんね。だって、ハリーポッターツアーを丸々やめて、LGBTQ ツアーにするって言ってるんだから、まだマシじゃないかと思ったそこのあなた、甘いですよ。界隈舐めすぎです。ちょっとね、じゃあ見てみましょうか。6月に実施される LGBTQ プラスツアーでは、歴史上のスコットランドのクイアの人々の物語に焦点を当て、市内を巡る内容となっているハリーポッターのツアーは6月以降に再開される予定だ。ということでですね、皆さん、今回のね、このツアー会社の JK に対する当てこすり、これはですね、現状、プライド月間限定なんですよ。期間限定です。期限です。で、これ終わったら、ハリーポッターツアーに戻すそうです。そりゃそうですよね。人気ですから。一応ね、今回、LGBTQ ツアーやってみて、6月以降、ハリーポッターに戻しますと。ただ、この先ずっとハリーポッターを続けるかどうかというのは、現在検討中なんですと。このように言っているんですね。ね、ハリーポッターが勝つのか、それとも LGBTQ ツアーが勝つのか。今回のね、LGBTQ ツアー、大変ね、称賛する声が多いというように書かれておりますが、ね、これいつものことです。結局のところね、実際にいくらのお金が動くのか、ここが大切ですからね。このエジンバラストリートヒストリアンズが、今年の末あたりですか、完全にね、LGBTQ ツアーにシフトしているのかどうか、ここはね、一つの見物なんじゃないかなというように感じますね。こちらね、今回の記事引用しまして、ローリングはハリーポッター以来成功した作品を生み出していない。それで終わりですか？彼女はファンタスティック・ビーストの脚本を執筆し、コーモラン・ストライクシリーズの小説7部作を執筆しました。さらに舞台、ハリーポッターと呪いの子の脚本と、それに対応する書籍も強調しました。彼女は数々の単独小説を執筆しており、その多くは慈善団体への寄付を目的に販売されました。これはかなり精力的に活動していると言っていいでしょう。6億冊売れてるということは、彼女はもう何もしなくていいんだよ。あなたは彼女の業績に対してただ嫉妬しているように聞こえます。君はこのように彼女の本の人気に少しでも匹敵するような作品を作ったことがないと断言できます。これは君にとって勝ち目のない議論です。ということでね、今回の話題をきっかけにまたね、バチバチとネット上では議論が繰り広げられているというような状況になっていますね。はい、ということで本日はですね、ハリーポッターの聖地、エジンバラのとあるツアー会社が原作者である JK ローリングに反旗を翻しまして、プライド月間の間だけハリーポッターツアーを LGBTQ プラスツアーに変更するという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いつものやつですよね。ハリーポッターからのね、利益というのは享受しながら JK ローリングに嫌がらせをするというね。これに関して JK ローリングは何とも思ってないと思いますが、あちらの界隈はね、こういったムーブを現在も繰り返しているというような状況なんですね。で、これに関してはですね、ここ固定されているんですが、これが全てですね、ここにね、あなたは愚かでひどい女性だ。私と子供たちはあなたの本を燃やして、その哀れな本の火でマシュマロを焼いて楽しんだよ。
それに対して JK、あなたがそれを読むか燃やすかに関係なく、私に入るロイヤリティは同じです。マシュマロを楽しんでください。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。